こんにちは、野菜の日チャンネルです。今回はパン屋さんでもおなじみのレーズン入りの生地にグラニュー糖とバターをトッピングしたレーズンクッペをご紹介します。レーズンが大好きな方にぜひ作っていただきたい美味しくて簡単なレシピです。最後までぜひご覧ください。材料はこちらです。それでは作っていきます。レーズンはボウルに入れて熱湯を加えてふやかしておきます。タッパの中に強力粉、薄力粉、砂糖、塩、ドライイーストを入れぬるま湯を注ぎます。カードで全体をよく混ぜ合わせます。強力粉と薄力粉を混ぜた生地は歯切れがよくサクッとした食感に焼き上がります。フランスパン用の粉をお持ちの方はぜひそちらを使ってみてください。粉っぽいところがなくなったら生地を切ったり伸ばしたりしながら混ぜていきます。凹凸がなくなるまで混ぜたら容器の中で広げて蓋をして温かいところで15分休ませます。レーズンはざるにあげて水気を切り、さらにキッチンペーパーなどで水分をよく拭き取っておきます。15分休ませた生地にレーズンを加えます。レーズンを生地で包むようにしたら、カードで切っては重ね、切っては重ねる作業を10回くらい繰り返してください。するとだんだんレーズンが生地全体に混ざっていきます。よく混ざってきたら生地を容器の中心に置いて蓋をして2倍になるまで発酵させます。一回り大きな容器に60度くらいのお湯を入れ、生地の入った容器を浮かべてタオルで覆って発酵しやすくします。30分くらい経って生地が2倍になっていたら発酵完了です。生地に粉を振って粉を振った台に取り出します。生地全体を手のひらで押して中の空気を出し、4等分に切り分けて丸めます。丸めた生地を手で平たく潰して直径10センチくらいに伸ばします。レーズンがあまり出ていない方を下になるように置きます。手前から半分まで両サイドの生地を内側に折りたたんで山を作り、そのままくるくると巻いて最後は手でつまんでしっかり留めます。レーズンがあまり出ていない方を下にして、手前から半分まで両サイドの生地を内側に折りたたみます。くるくる巻いて、最後は巻き終わりの生地をしっかりつまんで留めます。丸めた生地を手で平たく潰し、直径10センチくらいに伸ばします。手前から半分まで両サイドの生地を内側に折りたたみ、そのままくるくる巻いて、最後は巻き終わりの生地をしっかり指でつまんで留めていきます。形ができた生地を天板に乗せたら、
生地の両端を指でつまんでレモンのような形を作ります。乾いた布をかけて30分から40分くらい温かいところで2倍になるまで発酵させます。生地の見た目が2倍程度になったら縦に1本の切り込みを入れます。よく切れるナイフで両端のギリギリまで切り込みを入れてください。生地の表面から5ミリ程度の深さまでできるだけ1回で切れていないところがないようにしっかり入れてください。切り口にグラニュー糖を振りかけてバターをのせて210度に予熱をしたオーブンで15分焼きます。はい、こんがりいい色に焼き上がりました。切り口もしっかり開いて美味しそうです。焼き上がった生地はパリパリで、表面のバターがパンの下にも染み込んでカリッと焼けています。レーズンをたっぷり混ぜ込めるのも手作りならではの楽しみです。焼きたての食感とレーズン入りのシンプルな生地にバターとグラニュー糖が染み込んでいく美味しさをぜひ味わってください。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。